in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。はい、前回ね、ここに充電の信号を取り出すための端子というのを取り付けました。そしてその端子に接続したのは車のボディに穴を開けて取り付けた2つのグリッドからの線を接続するためのコネクター。その2つのコネクターからそれぞれ来ている3本の線、そのうちの赤と黒は充電の電気を供給してくる線になります。そして残りの白1本、それぞれ白1本は充電信号の線ということになります。そしてね、このグリッドから接続するケーブルのコネクターに取り付けたこのアースの渡りですね。これが今回の作業にとってとても重要なポイントになってきます。はい、そしたらね、今回はね、前回までに取り付けた充電信号を取り出すための端子、そして外部充電のケーブルに取り付けたアース線の渡り、それらを使うとても重要な機能を取り付けていきたいと思います。これね、ここにこの信号線をこんなにいっぱい切れやる。これ100均？これ100均か。あ、ワイタンか。ワイタンやから外す必要はなかった。バーがいりますよね。これでね、信号を取り出して運転席の方に送ります。はい、作業場デスクにやってきました。細かいハンダ付けとかね、こっちでやっときたいと思います。持っとくところがないから困ってまうねんな。手が3本欲しくなるってやつや。あ、ついてないやん。はい、つきました。ブザー。出来上がり。そしてもう一個、ランプや。ランプもつけちゃおうね。ランプの方もね、ケーブル接続しておきます。あれと一緒やん。ようパンツ履かせ忘れんね。いつもパンツって言ってますけどね、端子の絶縁キャップね、それとかあとケーブル接続する時の収縮チューブ、よく先に入れとくの忘れるんですよね。車の方にやってきました。車のメーターパネルにさっき作った LED ランプとブザーを組み込んでいきたいと思います。メーターパネルの方をばらしていきます。このバスね、メーターパネルの枠外すだけでも大変なんですよ。あっちからもこっちからもネジついてなかなか簡単に外れないようにできてます。開けにくハンドル邪魔で、こっちにしようか。こっちでええやん。ハンドル動いて、
あ、こっち、これ下が限界。ここでええわ。全然見えるから。こっちで十分。このメーター周りの枠だけ外すだけでも、下から全部外さないといけないので、隙間を開けて外からうまいこと埋め込みます。だって穴開けな、めんどくさいやん。穴開けるのが一番簡単やん。たまたまね、作業を見に来てた友達が、ようそんなに平気で車に穴開けるわって言うんですけどね、ちゃんと部品は埋め込んで配線も中通さないとね、外に部品や配線を貼り付けるのって汚いから嫌なんですよね。これで緩まんようにやな。どうすりゃええかな。コーキングかやっぱり。はい、これで一応止まりました。コーキングか。でもな、さっきコーキングつけたらな、ベタベタするやん。ブザーはね、メーターパネルの中に超強力両面テープで貼り付けます。これは穴開けないでいいですね。Dreaming of a day when I can truly boast and gleam. Today I keep on driving, living out this testing dream. よいしょ。ここに貼っときます。これに結びました。ということで、こっち側。これで、はい、これでね、助手席前のところまでケーブルを通していきます。はい、線がこっちに出てきました。はい、来ました。よいしょ、そしたら、コーキングをはい、緩み止め。よし、これで閉めましょう。これも上のパネル外すだけでも大変や。これあれやな、閉めにくいな。これでいける？これで。これやったら長すぎるか。今度は長すぎんのか。今度ドライバーが刺され。長すぎて。困ったもんやな。間はないんか、間は。手で閉めよう。ボニョンって曲がるやつで。ここのネジが落ちて転がってどっか行ってまうやつやな。電池切れか。マジで。コーキング蓋開けて置いとったから手についた。ちゃんと閉めとこうね。で、もう一個ネジどこや。ここ止めた。ここっち止めたよ。ここか。はい、そしたらメーターパネルが元通りに戻りました。ここは助手席前のボックス内。ここにね、信号の線とか、電源の線とかが全部集まってるのでね、ここで全部接続していきます。はい、これであとこっちか。
あ、抜けた。そんなことでどうする？最近の木星ってこっつい薄いよな。だからここね、ちょっと先っぽを折り返してこんな感じでつけとんですけどね。接続でいきます。こっちがランプ、こっちがブザー。とりあえずダイオードかまさな。忘れとった。ここにダイオードをかまさなダメですわ。回す側。ダイオードってここよ。ダイオードね。はい、ダイオードかましました。こっちが赤がランプやったかな。ランプは常時電源のプラス 12V に挿します。そしてこっちが信号線ね。それでこの、はい、ランプ点灯。そしてもう一個の方ね、こっちブザー側、ブザーですね。ダイオードをつけます。暗なってきた。急いでやらないとね、冬場は日が落ちるのが早いですからね、すぐ暗くなっちゃいます。あ、チューブ入れてへんやん。もう。でね、急いでやるとこんなことになるんですよ。チューブ入れてませんやん。そういう時はもうビニールテープしかないな。これで、信号線の方ね、これね。はい、信号線の方刺しました。で、これが、もう一個の方が、これね、イグニッション電源。はい、これで OK、つながりました。これはね、粘着がね、ベトベトしないビニールテープです。普通のビニテで貼るとね、あとネチョネチョになって、ないもなりませんけど、タイラップで止めてもええねんけどね、ちょっとタイラップ今持ってきてないから、これで許してください。これは、キーロックのアンテナですね。はい、完成ですね。そしたら、占って今日からね、急いで試験しましょう。もう、はい、閉めました。これ今、充電ケーブル挿した状態ね。これ抜きますね。抜きました。充電ケーブル今抜きました。はい、ランプ消えましたね。そしたらこの状態で、まず充電ケーブルを一つ、どっちでもいいんですけどね、これ挿します。そしたら中のランプついてきましたね。そしてこっち外して、こっち
こっちだけ挿してもランプつきましたね。そして、両方挿すと。両方挿してももちろんランプはついてますよね。それで今度、キー挿しました。はい。これ ACC。で、イグニッション。これブザー。プープープーってやつね。これね。ピーピーピーっていうやつね。これが、なります。これやったら、絶対に抜き忘れて発信することないと思いません？一応、これでね、ケーブル挿したままで、発信するのを防止するためにこのランプとからエンジンをかけるとこのブザーが鳴り続けます。そしたらケーブル抜いてきますよ。ケーブル抜きます。はい、これ1個抜きました。2個抜きました。これでブザー鳴りやみましたね。ランプも消えましたね。 OK ですね。ということでね、今回はオフグリッドからのね充電ケーブルを車のコネクターに挿すと運転席のパネルのところにランプがついて、さらにね発進しようとしてねエンジンをかけようとするとブザーが鳴るという仕組みを作って取り付けました。今回はバスのグリッドからの充電を可能にしようということでコネクターをつけてきました。そして今回はですね、それのインジケーターつけてね、ケーブルつないだままで発進しちゃわないようにっていうブザーを取り付けてきました。で、その回路が一体どうなってるのかっていうのはこちらに書いた通りです。これバスね。はい。そしてコネクター2つ。12V 用のコネクターと 48V 用のね、回路2つあるんでね、サブバッテリー回路がね、それぞれの充電のコネクタを取り付けました。で、これ別々にしたのは、どちらも 1000W 近い電力食うので、充電器がね。それ一緒に繋いじゃうと、日本のコンセントって1個 1500W までじゃないですか。だから、オーバーしちゃうんで、別々に取り付けたということです。一つのね、コンセントで 15A なんですよ。最大がね。20A とかね 30A のコンセント、大きいコンセントもあるんですけど、また形が違うんでね、普通のコンセントからでも充電できるようにということで、コネクタをそれぞれ別々にね取り付けました。で、この充電器はね 100V から 240V まで対応のもの、どちらも 12V 側も 48V 側もつけてるんで、 EV の充電のコンセントとかねだったらこれね2本挿してその先を1個にまとめてね、1つのコンセントからね 200V で充電することもできます。今回つけたインジケーター、これですよね。 LED ランプ、それとこのブザー、これエンジンかけた時にね、ケーブルが刺さってる状態でエンジンをかけるとブザーがプー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 っていう風なね、あれが鳴るようになってます。仕組みはですね、まずこれ作ったケーブルですよね、充電ケーブルで、そのケーブル作ってる時にここにアース線の渡りをつないできますってつないでたシーンがあったと思うんですけども、その線、渡りの線が、これが重要になってきます。これをつけとくことによってここにコネクターを挿すと、このアースとこの1個余ってたこの端子、これの間に電気が流れるようになります。こっちもね、どっちに挿してもね。そしてそのここが通じてるよっていう信号はこれを通って運転席に行きます。そしてこれがそれぞれダイオードを介してブザーと LED につながってて、 LED はプラス側が常に 12V 来てるので、
このケーブルを差し込むと、もういつのどの状態でもランプが点灯します。そしてブザーのプラス側の電源はこのキーのスイッチから来てますんで、キーをエンジンスタートの状態にしないとここに電気が来ないんで、通常はなりませんけど、コネクターを差し込んだ状態でエンジンをかけようとするとブザーが鳴ります。そしてここダイオードね、これわざわざ何のために入れたかというと、こっちね LED の方 12V なんですよ。そしてブザーの方、車のバッテリーから来てるんで 24V なんで、電圧の差があるんで逆流しちゃったら困るんでね、それでダイオードそれぞれに入れてます。でそうやったらどっちも 24V でええやんっていうことなんですけど、持ってたこの LED が12V 対応の LED だったんで電圧それぞれ違うんですけど、こっちは LED は 12V、 ブザーは 24V から取りました。そういうことになってます。だいたい分かっていただけましたでしょうかね。これね、わざわざこういう回路を組んだのは前にもねハイエースの時にやったことがあるんですよ。充電しっぱなしでね発進しちゃって。でもハイエースの時はね、そういうこともあるかなと思って想像してたんで、ここからねこうコンセント出してたんです。でこれにメスの延長コードをピヨーっとつけて、後ろの方にコンセントがあったのでここに挿してたんで、まあ発進したらねボロってここが抜けるんですよ。だからまあただ抜けるだけでね問題はなかったんですけど、今回ねごっついこんなコネクターをねつけちゃったんで、コネクターが壊れるかね、線が切れるか、ボディが歪むか、なんかそういうことになっちゃいそうなんでね、もうしっかりと間違いがないようにねインジケーターとブザーと取り付けました。まあわざわざねこういう回路にしなくてもね、普通のコネクターでね、電気が来たらランプがついてキー回したらブザー鳴るようにしたらええやんと思うかもしれませんけど、この回路にしたのは電気が来てない状態でコネクターを挿してる状態でもランプがついてキー回せばブザーが鳴るようにしたかったんですね。例えば、タイマーで充電するとかね、そんなことしないかもしれないですけど、それとか挿した状態でこっちの元のグリッド側のブレーカーが落ちちゃったと。そしたらね、この電気を利用してランプつけてたらつかなくなっちゃいますんで、コネクターを挿しただけでランプがついてキー回せばブザーが鳴るという回路を組みたかったんで、わざわざ端子が1個多いコネクターを使ってこれをアースに接続して、ここが短絡すればランプがついてブザーが鳴りますよという回路を組みました。これでね、多分ケーブル差しっぱなしで忘れて発進しちゃったりってね、いうことはないと思います。そもそもね、車発進させるときは外周を確認してね、チェックしてから走らんとダメなんですけどね。それをしてればね、こういう回路をわざわざつけなくてもいいんですけど、人間なんでね、忘れることもあるので、そういう忘れるときに限って充電してるんですよ。あるあるっていうやつですね。皆さんも気をつけてください。それでは今日はこの辺にしたいと思います。これがね、皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画もお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。